田首相は11月1日の参院予算委にて消費税減税を考えていない理由について語った。議論を積み重ね、社会保障の財源は消費税を充てるべきだという結論に達しました。ということであるが、ざっくりとしたことだけでしっかりと説明をすべきだと SNS でも騒がれている。現状では消費税 10% のうち、国が徴収する消費税 7.8%、地方消費税が 2.2% です。別に国税部分のうち 1.52% 分を地方交付税として各都道府県に分配していると言われています。実際に国の財源として使われているのは全体 10% のうちの 6.28%。消費税の半分以上の金額が社会保障の財源に充てられている。さらに調べてみると2022年の社会保障給付費は 131.1 兆円。1990年当時の 47.4 兆円と比べて3倍近くに上がっている。つまり社会保障へ使われていることがわかる。単純に消費税減税をしたとしても国の歳入が下がるわけで、別で増税する必要があり国民全体の負担すべてが軽減されるというのは先の話で難しいと考えてしまいます。減税にはもちろん大賛成であるが、徴収しきれていないところからしっかりと税金を取ることを国として行っていくといった方向を示せば国民も納得するのではないかと思う。個人的な意見ではあるが国民負担がとても分かりやすい消費税に目が向けられているがあまり触れられていない法人税の方へ少し目を向けてみたいと思う。実は日本の企業の6割が法人税を納めていないというのはご存知だろうか。しっかりと納めているのは全法人のうち4割。日本の法人企業に占める赤字企業割合は、2021年全法人 284.8 万社の 61.7% に達しています。先のコロナなどで業績が悪化しているなどの様々な理由があると思うが、しっかりと納めている企業が全体の4割ということに対ししっかりと目を向けてほしい。下がった分の負担はどこに行くのかを考えるべき。国の歳入が増え、安定することで、結果消費税等が減税されるというサイクルを生み出すべきなのではないかと思う。消費税減税をそもそも考えていない等の発言だけでは、国民感情を逆なでするだけで数字的根拠を示していないところや説明責任を果たしていないから誰も納得しないと思う。改めて国のトップとして国民に対し丁寧に方向を示すべき時に来ている。